一体どこへ行ってしまったのかしら。私の名前はマキ。夫が家を出てから2日が経過し、いつまでも帰ってこない状況に不安を募らせていました。警察に行方不明届を出してから特に新しい情報がないまま、事の始まりは数日前、いつもと何ら変わりない朝でした。じゃあ行ってくるね。家のことをよろしくな。行ってらっしゃい。今日も頑張ってきてね。遅くなるようなら連絡ちょうだいね。そんなありきたりな会話をして夫を送り出しました。まさかこれが夫との最後の会話になるとは知りもせず。夫の師匠は大手自動車メーカーで働くエリートサラリーマン。私たちの出会いは雪の降りしきる夜。私は母に買い物を頼まれ車を飛ばしていました。それにしてもすごい雪ね。今夜は冷えそうだわ。厚手のコートに身を包みながらも身震いする私。そしてやっとのことでスーパーへ到着。車のドアを開けると凍りつくほどの冷気が流れ込んできます。ああ、寒い。早く買い物を済ませて帰らなくっちゃ。閉店時間が近かったため、私は急いで買い物を済ませ車に乗り込みました。車に積もり始めた雪をどかしているとスーパーの電気が消え、ギリギリだったわ。変えてよかった。暖房をガンガンに効かせながらかじかむ指を温めます。そして私はしばらくして発進しようとアクセルを踏み込みました。いくらアクセルを踏み込んでも車が進まないのです。私は泣く泣く外に出て確かめてみることに。完全にタイヤが雪に埋まってしまっており、ネットで調べた通り前進と後退を繰り返してもなかなか抜け出せない状態。どうしよう。もうロードサービスを呼ぶしかないかしら。とは言ってもこんな田舎じゃ来るまでに何時間かかることか。夜で人も少なく絶望的な状況に困り果てた私。車大丈夫ですか？突然声をかけられ驚きましたが、人がいるということに安心感を覚えました。私は藁にもすがる思いで、タイヤが埋まってしまったみたいで、さっきから全然動かないんです。今日は雪がすごいですからね。ちょっと試してみましょう。そう言うと男性は自分の車に戻り、しばらくすると布を持って戻ってきました。こういう時は布をかませるといいんですよ。そう言うと男性は私の車のタイヤ部分に慣れた手つきで布を押し込み、さて車に乗って前進してみてください。俺も後ろから押しますから。はい。言われた通りにすると、さっきまでの苦労は何だったんだろうと思うぐらい、いとも簡単に車が前進しました。ほっと息をつき、私は車を降ります。ありがとうございました。このまま帰れないんじゃないかと思っていたので、本当に助かりました。いえ、とんでもないです。困った時はお互い様です。では、俺はこれで。自分の車に乗り込み去っていく男性。こうして私は無事家に帰ることができたのでした。そういえば助けてもらったのに名前も連絡先も聞きそびれてしまったわ。そんな後悔もありましたが、それからしばらく経ち少しずつ春の陽気になってきた頃、私は普段父の営む車屋の手伝いをしており、その日は来客があると伝えられていました。父によると大手カーディーラーの人が部品を持ってきてくれるんだとか。そろそろ約束の時間ね。お茶の準備を始めなきゃ。しばらくするとチャイムが鳴り、父が中へ案内する声が聞こえ、私はお茶を持って急いで部屋に入りました。失礼します。礼儀よく客人の前にお茶を出す私。もしかして。なんとも突拍子もない反応。私は驚いて恐る恐る客人の顔を見上げると、あの時の？なんだ、二人は知り合いなのか？前に話したでしょ。スーパーで助けてもらったのよ。その節はありがとうございました。
そんな私たち親子を見て穏やかに笑う彼。それにしてもまさかまた会えるとは驚きました。こんなことってあるんですね。こうして私たちは奇跡的な再会を果たしました。それから彼は仕事でよく父の車屋へやってくるようになり、徐々に仲を深めていき、半年後に交際。父も彼のことを気に入っているようで、それから1年後には結婚することになりました。明日は引っ越しだな。マキのご両親寂しがってるんじゃないか。ずっと一緒に暮らしていた娘が出ていくなんてさ。大丈夫よ。きっと私が結婚するなんて想像もしていなかっただろうから喜んでいるはずよ。それに一応隣町だから何かあったらすぐに帰れるしね。私たち夫婦は結婚を機に夫の実家で義両親と義祖母と一緒に暮らすことに。初めのうちはうまくやっていけるかとても不安だった私ですが、いつも本当の娘のように接してくれる義両親や義祖母のことを私はすぐに好きになりました。そういえばマキ、仕事はどうするんだ？もし専業主婦がいいならそれでもいいと思ってるけど。そうね、仕事は何かしらしたいなって思っているの。今度バイトの面接でも受けてみようかな。夫は私の前にさっと紙を出しました。もしマキが良ければだけど、うちの会社事務員を募集しているんだ。ちょうどこの間一人辞めてしまってね。それにマキだったらある程度車のこともわかるだろうし、いいと思うんだけどな。え、そうなの？私でいいならぜひ。そうしてすんなりとバイト先も決まり、私は夫と同じ職場で働き始めたのでした。夫の仕事をしている姿を見ていると本当に尊敬できるわ。元からとても真面目な人だよね。みんなから信頼される夫を見ていると私は誇らしい気持ちでした。そんな幸せな生活が半年ほど続いた頃、元からかなり高齢だった義祖母は介護が必要な状態になってしまい、マキ、本当に申し訳ないんだけど、ばあちゃんの介護をお願いできないかな。父さんと母さんもいい年だから頼めなさそうなんだよ。仕事はしばらく休めるように俺から上司に話をつけるから。夫から突然持ち出された相談に私は戸惑いましたが、わかったわ。お父さんとお母さんも体壊したら大変だものね。ありがとう。俺も頑張って働くからお金のことは心配しなくてもいいからね。それにきっとばあちゃんもマキがそばにいてくれたら喜ぶと思うよ。もちろん俺も休みの日とかは手伝うからさ。義祖母は私のことをいつも気にかけてくれていたこともあり、私は引き受けることに。初めのうちは夫も仕事から帰ってからや休みの日には一緒に介護をしてくれていたのですが、徐々に夫の様子はおかしくなっていったのです。初めは些細なことでした。マキ、今日仕事で遅くなりそうだから俺のご飯は用意しなくていいよ。ちょっと人手が足りなくてね。そうなの？新しい人入ったって言ってなかったっけ？私がバイトを休むことになってから数ヶ月、新しい事務員が入ったと聞いていました。とはいえ、まだ新人だから任せられる仕事も少なくてね。マキがいてくれたら余裕だったんだけど。そんな、私だって日々勉強中よ。それにしても大変そうね。頑張ってきてね。夫はそれからも残業することが多くなり、私も介護で疲れてしまっていたので、夫が帰ってきてもなかなかゆっくり話せる時間がありませんでした。そのせいか、夫は今まで手伝ってくれていた介護や家の掃除などまで手が回らないようで、ほとんどを私が担うようになっていきました。一方、義祖母の介護は徐々に大変になっていき、義両親も手伝ってくれていましたが、体力的にもきつく気がめいりそうになります。はあ、ショーにも手伝ってもらえるように頼んでみようかしら。せめて前みたいに休みの日だけでも。そして夫に相談してみたのですが、私の思っていた反応とは違い、それはどうかな。俺残業も多くてかなり疲れているんだ。
正直休日ぐらい休ませてほしいっていうのが本音かな。忙しいっていうのはわかるんだけど、手伝う姿勢すら見せてくれないなんて、なんか私、介護を押し付けられているような。そうよね。あなたも疲れているものね。ごめんなさい。とはいえ、義祖母のことは好きだったので、それ以上強く言うことはありませんでした。夫との関係を崩したくなかった私は、なおさらどうすることもできず、それから夫は適当なことを言って、休みの日も外出することが増えていきました。もしかして私が介護の話をしたから居心地が悪いのかな。だからといってもあんな逃げるように家を出ていかなくてもいいのに。夫とは特に喧嘩をするわけでもありませんでしたが、上辺だけのやりとりが続き、そんなある日のこと、マキさん、ショーは仕事かしら。今日はまだ連絡ないの？義祖母のお風呂の手伝いをしていた私はふと時計に目を移します。それからスマホを確認しましたが、ずいぶん遅いですね。まだ連絡は来ていないみたいです。もしかしたら仕事が忙しくて連絡できていないのかもしれませんね。後でメール入れてみますね。ええ、そうね。お願いしますね。連絡もなくこんな時間まで帰ってこないこと今までなかったんだけどな。もしかして何かあったのかしら。なんだかよくわかりませんが、嫌な予感がして不穏な気持ちになる私。義祖母のお風呂を済ませてすぐに夫にメールしました。お疲れ様。仕事まだ終わらない？何かあった？心配だからメール確認したら連絡ください。しかしその後夫からの連絡は一向になく、ついに次の日の朝になりました。まだ連絡がない？事故？それとも何かに巻き込まれたのかしら。もしかして最近私たちうまくいってなかったから家出したとか？でも朝は普通だったわよね。いろいろな想像が頭を巡ります。いずれにせよただごとではないと思い、私は手当たり次第連絡してみることに。そして夫の会社に連絡をしたとき、私は驚きの事実を知ることになりました。夫が退職を？なんと3日ほど前に夫は突然辞表を出し退職したというのです。何も聞いていなかった私は戸惑い、しかしその事実を知ったことで夫は自分でどこかへ姿を消したのではないかという考えが強くなりました。何か理由があるのかしら。それから私は悩みに悩んだ上、警察に行方不明届を提出することに。義家族は帰ってこない夫のことを本当に心配しており、夜中に一人で泣いている義母を見て心が痛みました。いつも明るくて強いお母さんがあんな風に泣き崩れているのなんて見ていられないわ。本当にどこへ行ってしまったのかしら。私は毎日連絡を入れ、夫がいつ帰ってきてもいいように部屋を整えて待っていました。もしかしたらそのうち何事もなかったかのように帰ってくるかもしれない。そうであってほしいな。そんな淡い期待もありましたが、しかしそれから何日経過しても夫が帰ってくることはありませんでした。そして夫の失踪から3年が経った頃、義祖母は1年前に亡くなり、義両親と暮らしています。マキさん、本当に申し訳ない。息子はもう帰ってこないかもしれない。離婚して新しい人生を歩み直していいんだよ。もう3年も経ったんだ。離婚の申し立てもできるはずだよ。そうよ、まだ若いんだから。それに介護も本当によくやってくれたわ。ありがとう。少しずつ心の整理もついてきましたが、まだ離婚の手続きまで踏み切れていませんでした。そんなある日のこと、久々に親友の鈴菜から電話があり、マーキー、久しぶり。私結婚することになったの。結婚式マキにも参加してほしいなって思って。おめでとう。絶対行くわ。でも今鈴菜って海外で暮らしてるんだよね。もしかして式もそっちであげるの？
それも考えたんだけど、みんな来るの大変だなって思って式は日本でやることにしたの。それに彼も日本人だから。どうやらスズナはお相手の男性と話し合って入籍はせず事実婚することになったんだとか。事実婚か。まあスズナはストリートアーティストとして活動しているし、名前が変わるのに抵抗があったかもしれないわね。それでね、ぜひマキにスピーチをお願いしたいと思って。どうかな。私でいいの？もちろんやらせてもらうわ。こうして心を躍らせながら迎えた当日、久々に高校時代からの友人たちと顔を合わせ、なんだか懐かしい気持ちでいっぱいでした。いよいよ新郎新婦の入場。私は思わず声を上げました。驚いた周りの友人たちに説明する余裕などありません。いや、間違いない。なんと新郎は失踪した夫だったのです。私は急いで義両親に連絡し来てもらうことに。その間、私は何事もなかったかのように式に参加することにしました。そしていよいよスピーチの時、私はマイクの前に立ち、深呼吸をしてから口を開きます。まず、はじめに謝らせてください。スズナ、本当にごめんね。どうしたんだろうと首をかしげるスズナ。そして夫はこの時初めて私の顔を見たようで。なんでお前が？みるみる真っ青になっていく夫。何？二人って知り合いなの？会場がざわつき始めます。私はマイクをぎゅっと握り直し続けました。彼は3年前に失踪した私の夫です。一瞬にして静まり返る会場。違うんだ。人違いじゃないかな。俺、マキさんには会ったことがない気がする。他人の空似ってやつだよ。へえ、事実婚なんてよく考えたもんよね。あなた本当に最低ね。ちょっとあなた、どういうことか説明して。そして次の瞬間、会場のドアが開き、駆けつけた義両親が乗り込んできます。お前なんてことを。それから会場では説教が始まり、夫はみんなの前で晒し者に。しまいには夫は床に手をつき、深く頭を下げながら、マキ、本当にすまなかった。どうか許してくれ。何を今さら。お母さんたちがどれほど心配していたのかも知らずに。私は許す気などありませんでした。何をバカなことを言ってるの？そもそも許しを請う資格すらあなたにはないから。後のことはすべて弁護士を通してやり取りしましょうね。そう言うと私は堂々とバージンロードを歩きながら会場を後にしました。それから数日後、夫との離婚が成立。どうやら失踪の原因は駆け落ちだったらしく、もちろんスズナではなく別の女性でした。海外へ駆け落ちした夫はその女性と別れてからも何人かと付き合ったり別れたりを繰り返していたようで、そしてスズナと出会ったといいます。残業が増えたあたりから浮気が始まっていたってわけね。それにしても駆け落ちするなんて本当に呆れる。無責任にも程があるわ。そして私は調査員を雇い、遡って夫の女性関係を徹底的に洗い出しました。もちろん慰謝料を請求するためです。夫は既婚者にも手を出していた時期があったようで、最終的にはかなりの額になり、夫は一生かけて支払っていくことに。義両親にも見捨てられた夫がその後どうなったのか私は知りません。そして私はその後実家に戻り、父の車屋で働きながら静かに暮らしています。初めのうちは地元の友達に会うのがなんとなく気まずく避けていましたが、今ではそれも笑い話。年末年始にはスズナも帰国してみんなで忘年会をすることに。本当に最低な男だったわよね。それによくよく考えたら事実婚なんておかしいって疑うべきだったわ。本当よね。まあ早く気づいてよかったわよ。
例の結婚式の後、何も知らずに夫と付き合っていた鈴名は私に何度も謝り、私はお互い被害者だと分かっていたので、もちろんすぐに和解。それにしても、同じ男に翻弄されるなんて私たち仲良すぎない？周りの同級生たちからどっと笑いが起きます。あれから鈴名とはしょっちゅう連絡を取るようになり、今までより仲良くなりました。夫を待つ3年間はとてつもなく長かったですが、今は前向きにこれからの人生を楽しみたいと思います。